皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。YouTube や Patreon で現在メンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをサポートしたいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。毎月ワークシートを配布していたり、限定のエピソードもいくつかあるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。皆さん元気にお過ごしですか？もう5月も、ちょっとね過ぎて、日本ではゴールデンウィークがあったと思うんですけど、日本に住んでいる方はどうでしたか？ゴールデンウィーク何か楽しみましたか？ゴールデンウィークっていうのは、簡単に言うと長い連休ですね。お休みです。祝日がたくさんあって、日本人にとったらもう最高って思うような休日です。でもゴールデンウィークは本当にいろんなところに人がたくさんいたり、あとは働いている方からするとただただ人が多くて大変っていう時期かもしれないですけど、楽しんだ方もいれば、疲れたっていう方もいるかと思います。そんな感じのゴールデンウィークがあったかなと思うんですけど、私はね今現在メキシコに来ているので、特にそのゴールデンウィークは関係なかったんですが、皆さんはどうお過ごしでしたか？そんなこんなで今回は日本語の曖昧な表現をいくつか紹介しようかなと思います。曖昧っていうのは断言していない、言い切っていない、ちょっと意味があやふやな表現です。そのあやふやな表現を、曖昧な表現を日本人はたくさん使います。特にこのポッドキャストを聞いていたら、思った方もいると思うんですけど、私もね、めちゃくちゃ使ってしまいます。これを例えばビジネスのシーンとか、何かね、交渉してる時、そういう時は使わない方がいいんですけど、日常会話だと本当にたくさん出てくると思います。なので今回はその曖昧な表現を紹介していこうと思います。日本人の話し方、こうね、語尾がよくわかんないっていう場合もあるんですけど、なんとなく理解できたり、なんとなくその意味とか意図を理解できるかなと思います。あと曖昧な表現になるので、皆さんが使った方がいい、絶対使ってみてみたいなフレーズではないんですけど、これを理解できるとね、めちゃくちゃ使ってるなっていうことに気づくかと思います。私も使うし、多分他の方も、他の日本人の方もすごく使うと思うので、ぜひね、覚えておいてもらえたらなと思います。では今回はその日本語の曖昧な表現をいくつか紹介していきます。では早速まず一つ目の表現は何々かなと思うっていう表現です。何々かなと思うっていうのは、例えばこのレストランは人気かなと思うっていう表現だったり、こう100%自信はない、100%言い切る自信はないけど多分そうだと思うっていう時にこの表現をよく使います。なので誰かに質問されたり自分が何かを言いたい時に100%正しいか分かんないけど、でも多分そう80%くらいはそうだと思うっていう時に、何々かなと思うっていう表現をよく使います。私もねめちゃくちゃ使います。この思うっていうこの表現を日本人はマジでめっちゃ使います。何々と思うとか、何々かなと思うっていう表現も死ぬほど使うのでぜひね、覚えておいてください。で、こういう曖昧な表現を使う心理なんですけど、多分日本人はあまり強く言い切る表現を好きじゃないんですね。なんか言い切って100%こうっていうと、ちょっと強くきつく感じてしまったり、それが正しくない場合は自分に全責任が乗っかるので、そういうのを避けたい、責任をちょっと避けたいっていう場面が多いかと思います。なので、何々かなと思う、何々と思うっていう表現、ちょっと余白を残すというか、あの、私は断言をしてないよみたいな時によく使うので、ぜひ覚えておいてください。では次は何々な気がするっていう表現です。気がするもよく使います。で、意味としては何々と思うと一緒なんですけど、例えば今日は雨が降る気がするとか、今日は忙しくなる気がする
みたいな表現ですね。これもよく使うかなって思います。気がするは、曖昧というか、本当に100%どうなるかわかんないけど、そんな感じがする、そんなフィーリングがあるみたいな時に使います。これはね、本当に何の証拠もないけど、なんとなくそんな気がするみたいな時に使います。雨が降るだと、天気予報を見ればね、わかると思います。雨雲レーダーとか見れば、今だと100%何時に雨が降る、どのぐらい雨が降るかっていうのがね、大体予想できるんですけど、それでも空を見て、なんか急に曇ってきたっていう時、そういう時は、今日なんか雨が降る気がするっていう風に使えるかなと思います。では次はビジネスのシーンでよく使うかなと思うんですけど、それは考えておきます。考えとくわとか、考えとくねみたいなカジュアルな言い方もあるんですけど、考えておくっていう表現、これもね、曖昧だなと思います。その理由は、考えておくっていう時はだいたい考えないとか、その質問とか提案に対してノーって言いたい時なんですね。で、本当に考えて、本当に時間をかけて、このプラン A、プラン B を考慮して、やっぱりなんかその提案を受け入れるっていう時もあります。もちろんあるんだけど、多分その時点での確率、パーセンテージとしては、ノーっていうことが多いです。でも、その場で、例えば何かビジネスの提案をされて、その場でノーって言うと、すごくきつく聞こえたり、なんかちょっと100%ノーじゃない場合っていうのは、では考えておきますっていうことによって、なんとなく優しくふんわりとノーを伝えてる感じ。でも私はあなたの考え好きだったよ、考えるよみたいな、このいろんな余白を残している言葉だなと思います。で、考えておくって言われた時は、可能性としてはその時点ではノーだなっていうのをね、思えばいいかなと思います。じゃあ次どうやったら答えがイエスになるかっていう風に考えれる、行動できるかなと思うので、もし何か遊びに誘ってビジネスとか仕事の場で提案して考えておくって言われたら、ちょっと何かやり方を考えないといけないなっていう風に思えばいいかなと思います。で、それと考えておくと似た表現で検討しますっていうのもあるんですけど、これは完全にフォーマルな場面、ビジネスとかの場面、仕事で使うかと思うんですけど、検討しますは考えておくのちょっとレベルが高いバージョン、ちょっと難しい単語になるんですけど、検討するっていうのも、その時点ではノー、いいえっていう答えに近いフレーズになるので、検討しますって言われた時は、何かちょっとやり方変えないといけないなって思えばいいかなと思います。で、もし検討しますって言われてイエスに近い時ですね、それは前向きに検討しますって言ったりします。前向きにっていうことは、私もそれやりたいと思ってる。そのプランいいじゃん。そのプロジェクトいいじゃん。一緒にやろうよ。なのでやり方考えるね。みたいな感じ。なので、前向きに検討しますと、検討します。だとすごく大きな差があるので、そこもね、気をつけて、聞いてみるといいかなと思います。ではもう一つ、それは、ちょっとです。ちょっとっていうのは皆さんも聞いたことがあるかなって思うんですけど、少しって意味ですね。その量が少ない時、ちょっとって言ったりするんですけど、これも少し違う意味で曖昧な表現として使われたりします。で、今日はお菓子をちょっとだけ食べました。少しだけ食べました。っていうと、その量が少ないってことですね。そんな感じで使えるんですけど、このちょっと違う言い方をすると、例えば日曜日一緒に映画を見に行かないって誘われたとしますよね。友達に誘われたとしますよね。で、その時に、日曜日は他の予定があって行けないっていう時に、日曜日は他の予定があって無理だとか、日曜日は他の予定があって行けないって、言う人ももちろんいます。なんですけど、日曜日はちょっとっていう言い方をしたりもします。で、このちょっとは、ちょっと他の用事があって行けない。でもその何があるかを言いたくない時ですね。その時にちょっとって言ったりします。だいたい何かを断る時に言ったりします。日曜日はちょっと行けないですとか、日曜日はちょっと他の予定があってみたいな感じで、ちょっとをこう文章の中に組み込んで
あまり具体的に理由を話さないようにしたりします。ちょっと加えることによって、その日は無理だからこのニュアンスを汲み取ってね、他の日にしてくれないみたいなのを言わずに伝えている感じです。なので、何か提案をして相手にちょっとって言われたら、あ、この日は無理なんだなとか、あ、このプランはダメなんだなっていうのを感じ取って、他に提案したり、逆に他に行ける日はある、一緒に行きたい日あるみたいな感じで聞いてみるといいかなと思います。これはその他の場面で使われているときは、少しっていう意味ですね。量が少ないっていう意味なんですけど、何か提案をしているときにちょっとって言われると、あんまり私が一番いいなって思うプランじゃないなとか、なんか行きたい場所、そこはちょっとなって言われると、あ、そこには行きたくないんだなっていうのをね、感じ取ってもらえればなって思います。本当にもうはっきり言ってくれよって思うかもしれないんですけど、もうとにかく濁す、とにかく曖昧な優しい断り方をする、優しい表現を使って日本人は自分に責任を100%の責任がないようにしたり、逆に相手を傷つけないために、相手に悪く思われないように、本当に分かりにくい、ニュアンスだけ伝われみたいな表現をよくするので、皆さんもね、覚えておいてください。もちろん自分の意見があるとき、100%正しいと分かってるときとか、自分の意見を主張したい場合、その時は、こんな曖昧な表現を使わなくていいんですけど、でも使う人もたくさんいるよ。使う場面、聞く場面もたくさんあるよっていうことなので、覚えておいてもらえたらなって思います。では最後ですね、5つ目かな。これ最後の表現がみたいな感じです。みたいな感じっていうのはもう私は本当に数えきれないぐらい毎回めちゃくちゃこのポッドキャストでも使ってるかなと思います。で、みたいな感じを英語に訳すと、something like that になると思うんですけど、これもね、その100%はわかんないけどとか、何かニュアンスを伝えたい場合、めっちゃ正しい答えとか、正しい表現があるわけじゃないけど、なんとなくこんな感じっていうのを思い出しながら話している時とかに、みたいな感じって言ったりします。例えば、なんか私が食べたことないクッキーを食べて、初めて食べた味だったとしますよね。じゃあその時に、なんかめっちゃ硬いんだけど、このクッキー、石食べてるみたいな感じとか、そんな感じで伝えます。ちょっとこれは例文があれなんですけど、みたいな感じっていうのは何かを例えたりする時にも使います。例えば、みかんとかオレンジ系の、でもちょっと種類が違う果物、フルーツを食べたとしますよね。じゃあその時に、あ、まあ、みかんみたいな感じかな。あ、まあ、オレンジと似てるかな。オレンジ食べてるみたいな感じって言ったりします。なのでこれは似ているものを話したい時とか、何か例えを使いたい時、そういった時にみたいな感じって使います。私もいつも意識しないで使っているので、もし時間がある方、もっともっと日本語を勉強したいと思う方は、私の動画のトランスクリプトを見てみて、そこでみたいな感じって使ってるところを探してみてください。じゃあめちゃくちゃ出てくると思います。毎回どんなエピソードでも何々みたいな感じっていう表現をすごく使ってるので、そこからね、練習したり、あ、なんとなくこういうことを言いたいのかなみたいな、なんとなくのニュアンスを汲み取ってもらえたらなって思います。で、その他にも多分とかなんとなくとか言い切れない表現っていうのがもうたくさんあるし、しかもそれをめちゃくちゃ使うので、皆さんもこういうのってどういう意味とか、なんかこれ分かりにくいけどどういう意味なんですか、どういうニュアンスですかっていうのがあれば、ぜひコメント欄に書いてくれたらなって思います。私も普段無意識で使っていて、あまりこう思い出せてないものもあるかもしれないので、ぜひね、何かあれば、コメント欄で教えてください。今回は日本語の曖昧な表現について話してみました。あのこういう曖昧な表現は絶対に使った方がいいっていうわけではないし、むしろ使わない方がいい場面もたくさんあるんですが、日本人だとね、本当にたくさん使ってると思います。100%わからない時とか、どの言語でも maybe とか probably とかいろんなね、表す表現はあると思うんですけど、
日本人は本当によく使うと思います。I think っていう英語だとその表現をすごく使うので、ぜひね覚えておいてください。何か100%かわからない時に、皆さんも何々だと思う、私は何々と思うっていう表現を使うと、日本人っぽい表現がたくさん使えると思うので、またはリスニングがねすごく簡単になっていくかと思うので、ぜひ皆さんも今回紹介した表現を覚えておいてください。では今回はここまでになります。皆さん今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは。